どうもこんにちは。ソウルデザイナーやすよです。今回はですね、2020年、なんだっけ、2020年もう一度引き寄せの法則を使ってみようシリーズ第3弾ボリューム3です。はい、YouTube で配信しております。皆さんこんばんは、こんにちはかな。では、今回のシリーズは、ボリューム3で締めようかな。ボリューム1、ボリューム2、そして今回ボリューム3で、一応締めたいと思っております。で、ボリューム1、ボリューム2を聞いてない皆様は、まずその1、2を見た後にこのボリューム3を見ていただけた方が、分かりやすいので、順番に見ていってください。はい。ちょっとおさらいね。ボリューム1は、2020年はやっぱり引き寄せの法則がすごく作用しやすいエネルギーなので、もう一度、改めて引き寄せの法則って何だろうってことを、改めて知ってみようっていうお話がボリューム1です。で、ボリューム2は、引き寄せの法則は自分が本当に深い部分で思ってることが引き寄せられてしまうので、その深い部分で思ってるものに対してしっかりこう見てあげて言葉にして外に出してあげましょうっていうお話がボリューム2です。で、ボリューム3はじゃあその外に出したものを、どうしようかどうしようかっていうか、それをどうやって、自分から、自分本当はね、捨てるっていうよりも捨てるんではなくて、自分の中でその統合させていくことがポイントになってくるので、その統合の仕方をお伝えしていこうかなと思います。はい。で、前回ボリューム2でもお話ししたんですけど、その自分が本当に思いたくもないけど思ってしまうこととか、本当はなってほしくないけど、そのなってほしくないことを考えちゃうとか、そういうふうに思いたくもないし考えたくもないし、そういうふうに捉える自分も好きじゃないけど、でもそうしてしまう自分っていうものを、それ専用のノートに書いてみましょうっていうお話をしました。で、じゃあそれをどんどん書いていきます。どんどん書いていきます。もう見たくもないかもしれないけど書いていきます。で、書いて、こっからなんですけど、じゃあ書いて、それを見て、なんか反省したり、なんで私こんなこと考えてるんだろうとか、どうして私ってこういうことばっかり考えちゃうんだろうとか、そんなことを思う必要はなくて、書いたものは別に見なくていいんです。私のおすすめはね。なぜならば、そういうことを思ってるっていうことをちゃんと受け取ってあげることができた時点で、本当はそれは、終わるんですよね。ここがポイントなんだけど、自分が考えたくもないこと、思いたくもないこと、なんかそんなこと思う自分が嫌なことっていうことを全部書いて、受け入れてあげることができれば、その時点で実はその思いっていうのは、なんて言うんだろうな、こう空に変わるんですよ。これわかるかな。四季が空に変わる瞬間みたいな感じなんですね。
受け取ってあげる。あ、そうそう、別に読み返さなくて、私は読み返さない方をおすすめしている。うん。別に読み返してもいいけど、別に燃やしてもいいですよ。それは自分のやり方で、燃やすとか、川に流すとか、土に埋めるとか、まあ何でもいいんだけど、書いては、なんか私って本当に嫌なやつだなとか、なんか私って本当に暗いよねとかさ、私ってひどいなとか、どうして私ってこんなことばっかり考えちゃうんだろうみたいなことをまたやる必要はなくて、そう思ってる自分をちゃんと書いてあげて、書いた時点でもう本当は終わってるんです。これわかるかな、この感覚。うん。この感覚分かったらいいな。書かないで自分の心の中に隠しておくと、それはまだ式のまま残ってるんですよ。で、式のまま残ってるっていうのはある状態なのね。うん。なかったふりをしてるだけで、自分がそれを見ないふりとかなかったふりをするだけで、自分の中にしっかりある状態なんですね。だから式っていうのはね、般若心経の話、色即是空、空即是色の話ね。だから式っていうのはある方だから、自分のそういう見たくない感情とか見たくない思いとかを中に残したまま見ないふりをしてると、まだ中にある状態だから、式の状態で残ってます。で、残ってるからそっちが具現化しやすいっていう状態です。うん。そう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 、あるよねって受け取る。書いて、こういう気持ちあるよね、ああいう気持ちあるよね、こういうの嫌だよね、こういうのもこういうとこムカつくんだよねとか、例えばこういうところ許せないんだよねとか、なんかいろいろあるじゃないですか。自分のこういうとこ嫌いなんだよねとか、まあ要するに自分が見たくない部分っていうのを外に出してあげる。言葉に書いてあげると、出してあげて、出してあげるイコール受け入れるから、その時点で、色即是空に変わるっていう風に考えてもらえるといいですね。うん、色が空に変わる行為です、これは。だから空に変わるんだから、もう書いて受け入れた時点で終了なんです、本当は。うん。これが分かったらいいなっていうか、やってみてください、皆さん。で、これはエネルギーの話なので、うん、自分の中に本当はあるのに見たくないから残しておくと、そのエネルギーが中でずっと滞って、ますます大きくなっていくんですけど、その見たくないもの、自分の感情とか見たくないものを出して、書いて、それはイコール受け入れてあげるっていう状態をしてあげると、そのエネルギー自体が空に変わるので終わりますっていうぐらい、このアクションはすごく、私が今までやってきた中ではすごくシンプル、シンプルじゃないか、シンプルじゃないけど、それをやらなきゃいけないっていう一つのアクションが必要になってくるんだけど、色即是空の状態にしてあげると、終わります。で、終わったか終わんないかとか気にする必要もないの。だからここはエネルギーだからあまり気にせずに、自分の中にあるそういう見たくないものを外に出してあげることで、空のエネルギーに変わって、それは
なんか嫌いだから投げ捨てるとかそういうことじゃないんですよ。そう。なんか捨てるとか手放すとかそういうのともまたちょっと違う空の状態にこう戻してあげるっていうやり方なんですけど、わかるかな？わかるかな？でもまあそういうことです。なのでぜひやってほしいなと思います。うん。自分の嫌な部分を切り捨てるとか、自分の嫌な部分をこう投げ捨てるとか、引き剥がすとか、そういうやり方じゃないんですよ。うん、だってそういうさ、自分が思ってることとか考えてることとかっていうのはもうそもそも自分の中にあるものだから、無理に引き剥がしたり無理に切り捨てたりすると、すごくそこになんか痛みが生じて、なかなかそこが終わらないんですよ、逆にそれをやっちゃうと。なのでその切り捨てたりしないで、そういうふうに私思ってるんだよね、私こうなんだよね、こうだよね、ああだよねってことを書いて、その空にただ戻してあげればいいだけなんです。そうするとなんて言えばいいんだろうな、まあ善玉菌が悪玉菌を食べてくれるみたいな感じになるのでわかるかな。だから本当はその悪玉菌も善玉菌も私たちの中にはいるわけで、いつも善玉菌が悪玉菌を上手にさ、こういいバランスで食べてくれるから、私たちの体ってこうやってうまく機能してるわけだから、その悪玉菌を排除するとかそういうことではなくて、善玉菌に悪玉菌をこううまく包み込んでもらうみたいな感じのやり方をしてみるといいと思います。まあこれちょっと難しい比喩かもしれないんですけど、とにかくやっていただけるとなんとなくそれは分かってくると思うので、2020年の、今年こそもう一度引き寄せの法則を使ってみようっていう状態を、いい状態に本当にするためのアクションの一つとして、ぜひやっていただけたらいいなと思います。まあでもこれじゃ終わんないね。これじゃ終わんないので、また、2020年、もう一度引き寄せの法則を使ってみようシリーズはもうちょっと続けていこうと思います。今日はボリューム3で終わります。また、4も楽しみにお待ちください。では本日もありがとうございました。じゃあねー。